皆さん、こんにちは。こんにちは。豆腐ジャパニーズポッドキャストへようこそ。私は田中太郎です。佐藤由美です。今日もどうぞよろしくお願いします。由美さん、よろしくお願いします。この番組は日本語を学んでいる皆さんがもっと楽しく、もっと自然な日本語を身につけるためのお手伝いをする番組です。はい。難しい文法や硬い表現ではなく、私たちが普段話しているような生きている日本語をお届けしたいと思っています。さて、今日のテーマですが、これは日本語学習者の皆さんが一歩進んだ話し方をするためにとても大切なことかもしれません。ドキドキしますね。今日のテーマは何でしょうか？今日のテーマは、聞いているとあなたをとても日本人らしいフレーズです。おー、とても日本人らしい話し方ですね。確かに教科書には載っていないけれど、ネイティブが頻繁に使う言葉ってたくさんありますよね。そうなんです。これらのフレーズを使うだけで、聞いている人との距離がぐっと縮まったり、会話がスムーズになったりする魔法の言葉を紹介していきます。楽しみです。特に日本語能力試験で N3 や N2 を目指している方には、ぜひマスターしてほしいですね。それでは早速本編に入っていきましょう。皆さんぜひ最後まで聞いて今日から使ってみてくださいね。チャンネル登録といいねも忘れずにお願いします。さあユミさん、私たちが日本人らしいなと感じる会話の要素は何だと思いますか？うーん、やっぱり会話中の反応だと思います。聞いている時にしっかり相槌を打つことでしょうか。まさにその通りです。パート1ではこの相槌と会話をスムーズにするためのフィラー、つなぎの言葉に注目しましょう。フィラーですか？日本語学習者の方は相手が話している間、つい黙って聞いてしまいがちですよね。でも日本人同士の会話ではかなり頻繁に反応しています。そうですね。例えば、ユミさんが私に何か説明をしてくれているとします。私がただ黙って聞いているだけだと、ユミさんはちゃんと聞いてくれているのかなと不安になりますよね。はい、すごく不安になります。だから、へえ、うんうん、なるほどといった短い相槌は本当に大切です。代表的な相槌をいくつか見ていきましょう。まず、なるほど。これは理解や納得を示すときに使います。なるほどは特にビジネスの場面や何か新しい情報を得た時に便利です。カジュアルな場ではへえとかマジでも使いますが、丁寧な場面ならなるほどが最強です。次に、確かにはどうでしょうか。これは相手の意見に強く同意したり、再確認したりするときに使いますね。A 社より B 社の方がサービスが良いですよね。確かにそうですねという使い方です。相手の言葉をしっかりと受け止めている感じが出ます。そして、会話を少し考えるときや、相手の言ったことを確認したいときに使うフィラーも重要です。ですね。これらを挟むことで会話が途切れず考える時間も稼げます。それから忘れちゃいけないのがそうですねです。ユミさん、そうですねって1日何回くらい使いますか？数えきれないくらい使います。同意を示すとき、話題を変えるとき、相手の言葉を繰り返すとき、あらゆる場面で使いますね。このそうですねをマスターすると会話のテンポが格段に良くなりますよ。例えば、相手が少し長めの話をした後、間髪入れずに、そうですね、よくわかりますと言うととても自然です。相槌を打つとき、声のトーンも大切です。棒読みではなく、少し高めのトーンで言うと、積極的に聞いている姿勢が伝わります。ぜひ皆さんも今日からなるほど、確かにそうですねを意識して使ってみてください。それだけで聞いている人がこの人よく日本語を理解しているなと感じてくれるはずです。では、次のパートへ進みましょう。パート2では、日本人がよく使う柔らかい表現について見ていきます。ユミさん、パート2は柔らかい表現です。日本人はストレートな言い方を避ける傾向がありますよね。はい。特に何かを断るときやお願いをするとき、直接的な表現は失礼に当たると考えられがちです。例えば、友人に誘われたけど行けない場合、英語圏では No, I can't go と比較的ストレートに言えますが、日本語だとどうなりますか？
ごめんなさい、ちょっとその日は都合が悪くてや、今回は遠慮させていただきますのように少しぼかします。このちょっとがまさに魔法の言葉です。パート2で紹介したい一つ目のフレーズは、このちょっとの使い方です。ちょっとは少しという意味ですが、会話の中では難しい、できない、都合が悪いという否定的な意味合いを柔らかく伝えるために使われます。例えば、仕事中に上司からこれやってくれると頼まれたとします。もし忙しくてすぐにはできない場合、どう答えますか？すみません、今別の作業で手がいっぱいでちょっと難しいですのように使います。ちょっと難しいですと言えば角が立たず、相手に状況を去ってもらえますね。次にお願いをする時のすみませんの使い方です。ただ謝るだけでなく、前置きとして使うことで丁寧な印象を与えます。すみません、席を立ってもよろしいでしょうか、やすみません、資料をもう一度見せていただけますかといった使い方ですね。すみませんは謝罪、感謝、呼びかけの3つの役割を果たす本当に便利なフレーズです。これを使いこなせると一気に日本人らしい話し方になります。そしてもう一つ大切なのが、させていただけますかという許可を求める表現です。これも非常に丁寧で柔らかい印象を与えます。例えば会議で意見を言いたいとき、発言しますではなく、発言させていただけますかというととても丁寧です。自分の行動を相手に許可してもらっているというへりくだった態度を示すことで謙虚さが伝わります。あとは何かを断るときや必要ないときに使う結構ですも重要です。いりませんというより結構ですの方が全然柔らかいです。例えばお店で袋はご一緒でよろしいですかと聞かれたとき、もし袋がいらないならいえ結構ですと答えるのがとても自然です。このように日本語では相手の気持ちを考慮し、直接的な表現を避けることで円滑なコミュニケーションを図ろうとします。この柔らかさを出す表現を学ぶことが日本人らしさにつながります。では最後のパート3では、私たちが日常的に特に職場で頻繁に使う決まり文句について見ていきましょう。太郎さん、最後のパート3は日常に溶け込んでいる決まり文句ですね。これはもはや挨拶代わりになっている言葉が多いです。そうですね。特に日本語学習者が最初に驚く言葉の一つがお疲れ様ですではないでしょうか。間違いないです。お疲れ様ですは英語のグッジョブでもヘローでもない日本の職場特有の素晴らしいフレーズです。意味としては、今日一日頑張って疲れたことでしょうという相手をねぎらう気持ちが込められています。会社に入った時、帰る時、同僚とすれ違う時、すべてお疲れ様ですで OK です。このフレーズを正しく使えると、即座に、わあ、この人日本の文化を理解していると思われます。例えば、私が会議の準備を終えて席に戻った時、由美さんはどう声をかけますか？田中さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。という感じです。相手の労力を認めるとても温かい言葉です。次に紹介したいのは、恐れ入りますです。これは少し硬い表現ですが、感謝と表彰の気持ちを同時に伝える非常に丁寧な言葉です。ありがとうございますよりもさらに丁寧で、相手に対して手間をかけてしまって申し訳ないという気持ちを含んでいますね。例えば、会社で年上の人や上司に面倒な作業をお願いしてしまった後、大変恐れ入りますが、よろしくお願いいたしますと使います。あとは、急な依頼やお願いをするときに、ご迷惑をおかけしますがというクッション言葉を使うのも日本人らしい話し方です。ご迷惑をおかけしますが、明日までにご提出いただけますでしょうかという使い方ですね。最初に相手への配慮を示すことで依頼が通りやすくなります。他にも、食事の時のお先にどうぞ、誰かが何かしてくれた後のごちそうさまでした、職場でのいってらっしゃい、行ってきますなど、日常に根付いた決まり文句はたくさんあります。これらの言葉は単語の意味を覚えるだけでなく、
いつ、誰に、どのような状況で使うのかをセットで覚えることが重要です。はい、これらのフレーズは会話の流れを円滑にし、お互いの気持ちを大切にする日本のコミュニケーション文化を象徴しています。私たちが今回紹介したフレーズを意識して使ってみると、あなたの日本語は聞いている人にとってとても自然で日本人らしいと感じられるようになるはずです。ぜひ日常生活の中で試してみてくださいね。さて、豆腐ジャパニーズポッドキャスト、今日のテーマ、聞いているとあなたをとても日本人らしいと思わせるフレーズ、いかがでしたでしょうか。今日は3つのパートに分けて日本語のコミュニケーション術を紹介しました。パート1では、なるほど、確かに、そうですね、といった相槌とフィラー。これは話を聞いている姿勢を示すために非常に重要でした。黙って聞くのではなく、積極的にリアクションをすることが会話の成立には欠かせません。パート2では、ちょっと難しいです。すみませんが、何させていただけますかといった柔らかい言い回し。直接的な表現を避けることで相手への配慮を示します。特にちょっとは断るときや難しい状況を伝えるときの非常に便利なクッション言葉でしたね。そしてパート3では、お疲れ様です、恐れ入りますといった日本の社会生活、特に職場で必須となる決まり文句をご紹介しました。これらのフレーズは単なる言葉ではなく、日本の文化や礼儀を体現しています。使うだけであなたの日本語力が一段階アップしたように聞こえるはずです。私たち豆腐ジャパニーズポッドキャストは皆さんの日本語学習をこれからも応援していきます。今日出てきたフレーズでもしわからないものがあったら、ぜひ辞書で調べて例文を作ってみてください。もっと自然な日本語を話したい、コミュニケーションを楽しみたいという方は、ぜひこのチャンネルを登録してくださいね。ポッドキャストのレビューやコメントも私たちにとって大きな励みになります。感想や質問があればお気軽にどうぞ。それでは田中さん、今日もありがとうございました。由美さん、お疲れ様でした。リスナーの皆さんもまた次回お会いしましょう。さようなら。またね。